皆さんおはようございます。天狗そばです。今日は2回目の収録ということで、皆様よくぞ来てくださいました。結構ね、朝早くに収録してるんですよ、今日は。なのでちょっと寝起きみたいな声なんですけれどもよろしければ最後まで聞いていってください。どうぞよろしくお願いいたします。これね、天そばちゃんがちょっと向かって画面右側に寄ってるでしょう。これなんでね寄ってるのかっていうと、今後皆様からどしどしとコメントを寄せられる予定ですよね。そのつもり、ね、その気満々なんですけれども、ライブをする時なんかはですね、このちょうどざるかけって書かれているようなところがあると思うんだけれども、そのあたりにですね、こうコメントが下からこう流れてくるようにしたいなっていうふうに思っていて、天そばちゃんをちょっと向かって右側に寄せているっていう感じなんですね。なので今は収録配信なので、ちょっとなんかなんでこんな寄ってるのかなって思うかも、なんか中央に持ってきたらって思うかもしれないんですけど、ちょっとこれはねライブの準備ということで、今ちょっと改めてお話ししようかなと思いました。というわけでですね、今日は何について雑談しましょうかというところなんですけれども、昨日も昨日っていうのはですね、1回目の収録ですね。昨日収録したのでね昨日って言っちゃったんですけど、1回目のね収録でもお話ししたように、今はですね、私に無名の私にですね質問をしてくださるという方は1名もいらっしゃらない、残念ながらということで、 AI にですね、私に質問を100個投げてくださいと言ってね、この100個を、答え終える頃には1名か2名くらいは私に質問してくださる方が出てくるだろうというところで、なんとかね AI にお願いをして、100個の質問を、くれるようにしました。1回目の、ね、収録は今朝起きて最初にしたことはメガネをかけるという話をしたと思います。今日の雑談はどうしようかな。2つ目の質問。最近の小さな嬉しかったことって何？これにしようかなっていうふうに思ってます。皆さんの最近嬉しかったこと、でも小さなですよ。これポイントですよね。なんかこの質問いいよねって思いました。だってなんかさ、最近嬉しかったことって何って聞かれたら、なんかちょっとドキッというかギクッとするじゃないですか。嬉しかったことあったかななんてね。でもここに小さなって書かれていることによって、どんな些細なねことでも自分が嬉しいというふうに感じたんだったらそれでいいんだっていうふうになんか思わせてくれるような、ちょっとAI の気遣いAI の方がね、やっぱり気を使ってくれてるのかなってね、私もねなかなかほらなんて言うんでしょう、嬉しいことをね嬉しいと感じることが時にできない時もあるんですよ。やっぱりね、何でもかんでもね素直に自分のこうなんでしょう、ポジティブな感情に任せるみたいなことが、できない時もあるんですよね。人間ですから。なんか嬉しいはずのことが、これって本当に喜んでいいのって思っちゃったりとか、逆に悲しいような出来事があった時も、いやこんなことで悲しんでちゃいけないんじゃないのって思ったりね、いろいろあると思うんですけれども、この些細なね小さな嬉しかったことっていう風に書いてくれることによって、本当にねどんな些細なことでもいいんだよって言われているような気がして、ちょっと嬉しくなっちゃいました。なんか最近 AI にときめいちゃってるんだけどいやいやいや、そんなことはないでしょうということでね、皆さんもAI とやり取りをしていて、あら嬉しいなって思ったことねあるかと思います。いや、話がそれてるそれてる。ですね、メインのお話はですね、最近の小さな嬉しかったこと、これについてちょっとお話ししたいななんていうふうに思っているんですけれども、皆さんは最近ありますか？何か些細でもいいですから、嬉しいなって思ったこともしあったら、ちょっとコメント欄に教えていただけたら嬉しいななんていうふうに思ってます。こういうことをさ、お互いにシェアしていくと、なんだかすごく
気分が良くなりそうですよね。みんなの日々の中で起きたちょっとした嬉しかったことっていうのを私もすごく知りたいですし、みんなもなんか私が嬉しかったなって思ったことを今から聞くことでちょっとだけなんかこう気が上がるというか運気が私もあんまりスピリチュアル詳しくないんですけれども、ちょっとプッとこう上がる感じがあるかもしれないですよね。そんな時間が今から作り出せたらな、そんな時間を過ごしていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今頭をね深々と下げてるんですけれども、一応天そばちゃんはあまり反応してくれないということで、ちょっとこれほら下向いてるでしょ。これが普通ですからね。今これちょっと下向いてますよね。もっとねよろしくお願いしますってね、机につくぐらい頭がそれは言い過ぎかということで話していこうじゃありませんか。私がね住んでいるところはですね、前置きとしてお話ししておくとですね、結構自然が豊かなところで、私がね小さな嬉しかったなーって思うことって大体ね自然にまつわることかもしれません。こう人とのやり取りみたいなことではなくてね、まあちょっと引きこもりなんで私自身もあのあんまり人とのやり取りでね嬉しかったことってねあんまりちょっとないって言ったらちょっと恥ずかしいのかもしれないんですけれども、さて、私の小さな嬉しかったこと、まず一つ目、ちょっと3つぐらいねあげようかなと思ってるんですけれども、一つ目はね、最近、もうちょうど一昨日ぐらいかな、野生のねキジを見ました。生まれて初めてじゃないかなっていう経験なんですけれども、キジ汁のキジですよ。キジ汁なんて言ったら怒られちゃうのかな、キジに。あの皆さんキジを見たことはありますでしょうか。私もねパッて見た時にあれキジだってすぐに分かったわけではないんですよね。すごくね特殊な形をしていて、かなりどっぷりともともとそういう形なんだと思うんですけれども、普通の鳥に比べてねかなりどっぷり太っているような、丸っこいというか何かのキャラクターになりそうなね、そういう形をしているんだけれども、なんかね見た時にこれすごく珍しい鳥なんじゃないかなって思って、すぐに調べました。なんか山ふもと野鳥大きいみたいなねそれでいくつかGoogle が提示してくれる画像を見ていく中で、ピタッとこれじゃないかというふうにあったのがキジのメスなんですね。今ちょっと一緒に皆さんと Google で、検索してみようかなっていうふうに思います。キジとねキジカタカナ。はい。実はねキジっていうのは日本固有の鳥みたいなんですよね。で、日本の国鳥としても知られている国の鳥なんですね。そうなんだっていうことで、私もこれね一昨日ぐらいに検索して、実はちょっと恥ずかしながら初めて知るっていう形になったんだけれども、オスはね羽がすごくなんでしょう、華やかな色合い、ちょっとクジャクみたいな色をしているみたいなんですよね。うん。玉虫色っていうんでしょうか。こういう何色とも言えないようないろんな色がグラデーションになって混ざり合っているような色なんですけれども、私が見たのはメスの方で、ちょっと体の色が茶褐色みたいな感じで、少し色合い的には地味なんだけれども、やっぱり貫禄はしっかりあるという感じで、見ているだけでもね、おお何か珍しい鳥なんじゃないかっていう風にね思える、どっぷりとした堂々とした佇まいでしたよ。実はね天然記念物なのかな、確かね。
そうなんですよね。で、天然記念物の割には結構人里に降りてくるということで、普通のね草地とか畑とかそういったところに普通に降りてきて、普通にミミズとか食べてるみたいな、ちょっとすごい人なのに意外と気さくみたいな感じのポジションなのかなっていうふうに思うんですけれども、そういう記事に出会いました。またねこれね、鳴き方が面白いというか、すごくね珍しい鳴き声をしているように思うんですよね。なんて説明したらいいかがわからないような鳴き方なんですけども、ここにね一応書いてあるのは、ケーンケーンと鳴く。あれはケーンケーンなのかな。Google を疑う。何でしょうか。ケーンケーンではない。どちらかというとこうビーンビーンみたいな、ちょっとこうなんていうかこなんていうかじりじりしたような音な気がするんですけどね。あんまりこう高らかな感じではないというか、まあなんとも言えないような鳴き声なんですけれども、聞くとね、一度聞くと、あ、これがキジの鳴き声なんだということが分かってくると、次もね聞いた時もね、あ、またキジがいる、あ、またキジがいるみたいな感じで、姿は見えないんだけれどもどこかにいるみたいな風な、こうちょっとこう自然とねキジとこうつながっているような、そういうねなんか感覚が持てる、ちょっとね面白い鳥なんですよね。なんか最近すっかり、もうここ2、3日の話なんですけれども、すっかり好きになってしまいまして、一度ねこれがキジの鳴き声だって分かると、結構いろんなところで聞こえてるもんなんですよね。今まで知らないと聞き逃してた音だったんですけれども、意外と周りにいっぱいいるんだなっていうことが分かりまして、結構自分でもびっくりしてます。昔からねなかなか日本人にとって馴染みのある鳥のようで、桃太郎にも登場します。確かに桃太郎に鳥が出てましたね。猿、鳥、あと何でしたっけ、猿いました？あれ、私の勘違いかな。でもなんか鳥がいたのはちょっと覚えてるなっていう感じで、ちょっと桃太郎のちょっと斜め上をちょっと飛んでるみたいな感じの絵がなんか桃太郎一軍みたいなねのがあった気がするんですけれども、すいません、桃太郎のメンバーがちょっと、メンバーっていうのも変なのかもしれないんですけど、桃太郎、ちょっと今検索させてくださいね。桃太郎動物でわかるかな。あ、犬でした。大変失礼いたしました。犬、猿、キジ、この3つですね。プラス桃太郎、このメンバーでした。これでこの 4人で鬼退治に出かけていくという感じでしたよね。それぞれの役割もあったそうですね。犬は飼い主によく懐いて、桃太郎によく懐いて従順な性格を発揮すると。猿は知能が高くて、人間に最も近い動物だからということですね。で、キジ、これ出ましたね。勇気の象徴なんですって。キジは勇気の象徴であるから、桃太郎がこうちょっと鬼に怯えて、もうこれは帰ってしまおうかなと思った時に、キジの出番、いやいやそこは頑張らなきゃならないよとね、勇気を見せるというね、そういう役割なんだそうです。ちなみにですね、力強い鳴き声でケーンケーンと鳴きますと、ここにも書かれてるんですけれども、ケーンケーンはちょっと聞いたことがなかったかなって思うんですけれども、どうなんでしょうか。うーんもっとねこうね、じわジーンジーンみたいな、ちょっとねセミの鳴き声のよりもちょっとこう力強いみたいな、なんかそういう感じなイメージがあったんですけれども、ケーンケーンなんだそうです。ちょっとまたもう一回改めて聞いてみますね。すいません、私の勉強不足っていうのももちろんあると思うんですけれども、ケーンケーンだったんですか。そうですか。ちょっともう一回ね聞いてみて、後日本当にケーンケーンだったかどうかっていうのをレポしたいと思いますので今度外で収録してみてもいいかもしれないですね。
不思議なんですけれども、朝しか鳴いてないんですよね。昼間こう散歩とか買い物みたいなのに出かけても、あれ、いないのか、ただいるけど鳴いていないのかがちょっとわからなくって、他の鳥もね、いっぱいツバメとかスズメとかいるんですけれども、彼らもですね、結構朝鳴くかなっていうふうに思います。なんかほら、ディズニー映画とかもさ、シンデレラとか白雪姫とかもそうなんですけど、朝チュン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 って鳴いてお姫様を起こしてくれますよね。あんな感じで、なんか朝鳴く感じなんですよね。で、私がいる地域もですね、キジは朝しか多分鳴き声は聞こえてこないかなっていうふうに思ってます。どうなんでしょうか。ちょっとキジ専門家の人をここに呼んでお話できる日が来たら面白いんですけれどもという感じでですね、生態もここに Google はね、優秀ですよね。生態もね、書いてくれてあります。開けた環境を好むんですって。だから意外とこう、自分を防御したいみたいなことはないんですかね。さっきも勇気の象徴なんて言ってましたけれども、こうね、私が見た時もですね、畑のど真ん中にいたりとか、結構ね、こう、草地にこう隠れてるみたいな感じではなくって、そこにいてなんか大丈夫、狙われないのかなって思うくらい真ん中にドーンっている感じなんですよね。うん。巣はね、地面に浅く掘ったものに枯れ草なんかを敷き詰めているらしいです。なんだか可愛らしいですね。うんうん。そういう暮らし方をしているんですね。キジは天然記念物なんだけれども、取ってもいいんですか？食用としても利用されていますってここに書かれているんだけれども、あれ、私の勘違いかな、知識が浅いのかもしれないんですけど、天然記念物、はい、記事は天然記念物ですってここに書いてあるんだけど、保護対象とされていますって書いてあるんだけれども、食用ですって書かれてますね。食用としても利用されています。利用されてきたっていうことですかね、今までは。でも今は数が少なくなってきて、天然記念物になったっていうことなんでしょうかね。ね、キジ汁をね、食べている地域っていうのは結構あったと思うんですけども。ちょっと待ってくださいね。キジ汁、私も食べたことがないですから、一体どういうものなのか全くわからないんですけども、キジのお肉を主原料とした鍋料理。鶏肉に比べて低カロリーで高タンパク質らしいんですよね。すき焼きや焼き鳥なんかにも使うことができます。今や高級料理なんですけれども、昔は一般的に食べられていた食べ物。鶏肉よりも味は濃くて脂身が少ない、あっさりとした味わいが特徴ということなんですよね。なるほど。平安時代から食べられていた。で、様々な調理法で、平安時代からかどうかはわからないんで、それ以前にも食べられていた可能性はあるけれども、記録としては平安時代からキジ鍋、すき焼き、釜飯なんかに使われていたということなんですね。なるほど。やっぱりなんかこういうことをちょっと勉強してみると楽しいもんですね。ねえ、楽しいですよね。なんかこう、記事がいた、ああいう鳴き声するのかっていうところから、なんかちょっと、一回ね、Google に検索入れてみるだけで、だいぶこう知識が広がっていくような感じがしますよね。なんか記事をね、畑の真ん中で見た私としては、キジ汁を食べたいなとはちょっと思わないんですけれども食べてみたいなとは思わないんですけれども、でも食べられないからこそ、どういう味がするのかとか、どういう人たちが今まで食べてきたのかとか、そういうことをね、学ぶのはちょっと面白いような気がしますよね。ちなみにですね、生地は飛べない？そうなんですか。あれでも、桃太郎桃太郎をディスってるわけでは一切ないんですけれども、桃太郎一軍がこう向こうから来るみたいな
そういう絵がよくイラストレーションがあると思うんですけども、犬が先頭を歩いていて、猿が背中というか桃太郎の肩に乗っていて、で斜め上を生地が飛んでいるみたいな、そういう絵じゃありませんかね。飛べないんですね。うんうん。なぜ生地が飛べないのかということがここに簡単に書かれていますのでご紹介しますね。ミオグロビンというものがありまして、それが酸素を筋肉に運ぶ働きがあるらしいんです。ミオグロビン。うんうん。で、そのミオグロビンの量が多ければ多いほど長時間の運動ができるんだけれども、酸素を運び続けるっていうことなんでしょうね。ミオグロビンが少ない白い筋肉っていうのはすぐに酸素が不足してしまい動けなくなってしまいます。ということで、おそらくこの文章からすると、生地は赤い筋肉ではなくて白い筋肉を多く持っている。つまりミオグロビンが少ないということで、生地は一度激しく羽ばたくとすぐに疲れる。長時間飛べない鳥だったのです。だそうです。そういうことなんですね。知識の宝庫、メガテンライブラリーよりということでね、そこから抜粋された文章を今お借りしているんですけれども、なるほど。ということで、イラストは嘘ではないんですよね。たまたまその時だけ飛んだところをイラストレーションにされているかもしれなくて、長時間飛んでね、ずっと向こうまで行くみたいなことはできないんだけれども、一時的に飛ぶことはできますよということらしいです。なるほど。ちなみにオスは勇敢、メスは母性愛が強いということで、人に馴染み深いというか、人からちょっと憧れられる鳥みたいな感じの立ち位置なんですね。そうそう、この赤い顔というかトサカっていうんですか、これがねすごく象徴的でね、いいですよ。遠くから見てみるとね、面白い鳥がいるなーっていう風に見えますよ。なんていうんですかね、鶏みたいに赤いのが頭の上と顎の下についてるみたいなのではなくて、顔全体が、この目とくちばしの周り全体がハート型をピッて横にしたみたいな感じで、かなり赤くなっててですね、遠くから見てもですね、かなり赤く見えます。これ赤いのはオスなんですね。やっぱりじゃあ私が見たのはオスだったんだ。メスはね、茶褐色で全然姿形が違いますね。私が見たオスはですね、体全体は、背中の方は結構茶っぽい感じ。で、首のあたりがちょっと青っぽい感じで、顔が赤いという感じでした。じゃあ私が見たのはオスだったんですね。大変失礼いたしました。メスの方はですね、今写真を見ることができたんですけれども、本当にね、全体的に茶色、ベージュ色というか、それで斑点があるみたいな、茶色の斑点があるみたいな感じでした。ちょっとね、皆さんも今ね、気になる方は Google で見てみてください。ちょっとね、写真を口で説明するのは限界がありますので、見ていただくとね、パッとわかるかなというふうに思います。こういう鳥なんだと。皆さんもね、この先、キジ、食べることはあるのかな。実際、野鳥を見るという機会はそんなにないんでしょうか。どうなんでしょうか。住んでいる地域にもよると思うんですけれども、動物園とかね、鳥類博物館なんかそういうところで見ることがあるかもしれませんが、記事をね見た時には、そうだ、天狗そばが言ってたな、あの記事は赤い顔をしていて、オスはね、すごく勇敢なことが象徴で、カラフルな色合いで、メスは母性愛が強くて、そんなね、なんかストーリーをまた思い出していただきたいななんていうふうに思います。結構ね、面白いですよ。こういうのをね、実際見た鳥を調べてみる。なんかバードウォッチングとかやっちゃおうかな。楽しいです。はい。これがね、私の最近の小さな嬉しかったことかな
って思ってます。せっかくなのでね、まだお時間もたっぷりありますので、ところで皆さんはどのぐらいの長さの動画をご所望でしょうか？私はね、大体ね、自分の集中力があんまりない方なので恥ずかしながら。大体ね、20分ぐらいの動画が一番気持ちいいかなって思うんですけれども、でも、こういったね、おしゃべりをメインにした動画っていうのは、結構作業とか、ながら聞き、BGM みたいな感じで使われることが多いらしくって、だったら長い方がいいのかなって思ったりとかね。うん。いろいろ考えてはいるんですけれども、皆さんにとってベストな長さみたいなのをもしねありましたら、教えていただけますととっても嬉しいです。コメント欄に書いていただけますと幸いです。その長さをね狙えたら狙いたいなっていうふうに思っております。ただね、私ね話がなかなか長い方なんですよ。まあね、ご存知の通りなんですけれども、記事についてねお話しするだけでもう30分も30分近くもね立っているということなので、びっくりです、自分でも。最近の小さな嬉しかったこと、これがあとね2つぐらいお話ししようかなっていうふうに思ってます。もう一つはですね、また鳥の話になっちゃうんですけれどもお前は人間との関わりはないのかっていうね、ところなんですけれども、なかなかね、あるはあるんですけれども、またそれはお話ししようかなって思ってます。今回はなぜか鳥にはまってますので、2つ目も鳥の話になっちゃうんですけれども鳥界ですね、鳥界。2つ目はですね、カラスが電柱の上に巣を作って、オスがメスにミミズを運んでいたっていうものなんですけれども、いかがでしょうか？なんか微笑ましくないですか？電柱の上にカラスがですね巣を作っちゃってるんですよね。これがねいいか悪いかっていうのは私ちょっと素人であまり分からなくて、感電しないのかなとか、電気の流れに支障はないのかなとか考えてしまうんですけれども、ちょっとこう大切そうなところからちょっとずれたところに作ってるんですよね。あれも上手にこうずらして作ったのかななんていうふうに思ったりもするんですけれども、もうね大体ね1ヶ月ぐらい経つんですけれども、あまりこう支障があるようには思えなくって、電力会社の方もですね一度来て何かこうチェックをしていたようなんですけれども、その時に巣を外すようなことはしなかったので、おそらく問題はないんじゃないかなっていうふうに思っています。電柱の上に巣ということで、こうね巣をね見上げてね、電柱の上に巣を作ってるなーってね、私が見上げていたところで、近所の方がですねスーッと通りかかって、で何見てるんですかっていうふうにね聞くんです。で私はですね、あんなところにねカラスがね巣を作ってるんですよって言ってね、私は別にその迷惑そうに言ったわけじゃないですよ。あんなところに巣を作っててねって言ってね、あのメスがおそらくこう卵をお腹にこういるのかないるのか、もうすでに産んでるのか産んで温めてるのかはわからないんですけど、巣の中にこうちょこんって入ってる状態なんですよね。そこにオスがこう目の前の畑だったり田んぼだったりとかでちょうど掘り起こされる時期ですからね、今春で。耕運機で掘り起こされたところをこう一生懸命回って、ミミズを取ってはメスに運んでいる。でそこをねちょっと見てたんですよみたいなね話をして、ちょっとこれも微笑ましいですよね。近所の方々と見ず知らずなんですけれども、近所の方々とちょっとした交流が出来上がったりなんかして、そこでね何してるんですかなんてね聞いてくれたのもまたそれ一つ嬉しいですよね。なんだこの人とか言って通りすがっちゃうことももうできますから、そこでね聞いてくれて、ちょっとした会話が生まれたみたいな感じで、ちょっとした嬉しかったことでしたね。そのオスがね一生懸命メスに運んでるっていうのも微笑ましかったですね。こう口の中にこう入れてあげてたりとか、それからいっぱいねくるみの割れたものが巣の下の部分にこう散乱してたりとかしてですね、あのあれなんだろうこのくるみが割れたやつはなんてね最初思ってたんですけれども、あまりにもこう日に日に数が増えてくもんですから、おそらくカラスがこうね
野山から持ってきたくるみのこの殻の部分をこう上から落としてですね、こうコンクリートに当てることで割ってたんだなっていうふうに思います。これって一発で割れるんですかねなんてね、その通りすがりでお話ししてくれた方と話していたら、その方がですね、この前見てたんだけど何回か落としてるみたいですよって言ってたんですよね。一つのねくるみをね割るためにも何回も何回もこう上に登って拾って上に登って落としてまた拾ってみたいなことを繰り返して、ようやく割って中身をほじくってメスに運んでいくんだなっていうふうに思うと、なんだか微笑ましくってね、心にじんとくるじゃないですか。だって私たちだったらくるみ割りみたいな機械使ってバキってやったらもう一発ですもんね。それをね一個割るためにそれ働くんですよ。いや、人間がね悪いって言ってるわけではないんですよ。文明の利器はねとても大切なものですから、人間がね考え出した素晴らしい道具なわけですから、それはそれ一ついいんですけれども、やっぱりねなんか一つのねたった一つのくるみを割るっていうために、労力を使って時間を使って、結果生きることにつながるみたいなのが、いやなかなかいいなぁなんていうふうに思ったりもして、これもね最近の一つ小さな嬉しかったことの一つに入るんじゃないかななんていうふうに思っています。どうですか、いい話でしょなんてね自分で言ったらねなんか自分で笑ってるんですけど自分で笑うしかないですよね。だって一人で喋ってるわけだからね。これがねライブになったら楽しいだろうななんてねちょっと夢見たりしてます。どなたかがね来てくれてね、生地汁の話なんかしたりしてね、私の町にもカラスがいますけれども、うちの町のカラスはね悪さばっかりしまして、ゴミゴミ置き場のねゴミをこう漁ったりだとか、こう人間に攻撃してきたりとか、いろいろするんですよ。そうなんですか、それは大変ですねなんて、そんな話がねこう会話繰り広げられたらそれまた楽しいだろうななんていうふうに思ったりします。いやこれもう全部妄想ですよいやライブねしたら一っ子一人来なかったなんてね、そんなこともありえるんですけれども、でもねいつかねどなたかがね来てくれて楽しい会話が生まれたらいいだろうななんていうふうに今ね思い描きながらこうして収録をしております。皆さんももしね本当に数多く、もう星の数ほど砂の数ほどのねYouTube 動画の中からたまたま私のこの動画を見つけてくださった、その暁にはですね、私がライブをするっていうことになりましたら、もうしてるかもしれないですよ。あなたがね今これ聞いてる時にはね、もしかしたらしてるかもしれないですし、これからしますって予告をしてるかもしれないんですけれども、ぜひねお時間を合わせて、難しいと思います、お忙しい中ですから。でも時間を合わせてですね来ていただければ非常に嬉しいなというふうに思います。それで一言何かねその時のトピックでもいいですし、この記事の動画を見てきましたとか、そういうのでも全然嬉しいので、ぜひね一言添えていただければ嬉しいななんていうふうに思っています。いや楽しみですね、いつかのライブの日がね、そこであなたとお会いできたらすごく嬉しいだろうななんていうふうに思います。さて、せっかくですから3つ最近の小さな嬉しかったことをねお話ししたいっていうところだったんですけれども、最後がですね今まで生地カラスでちょっと感動的なお話をしてきたところで、ファミマのチーズの丸いやつを食べたっていうのが私の3つ目の、小さな嬉しかったことなんですよね。ちょっとねファミマ検索してみますね。ファミリーマートの、パンなんですけれども、私ねファミリーマートの一口もち食感チーズ、皆さんこれご存知ですかね。おそらくブラジル料理のポン・デ・ケージョ、あれをヒントにしてるんじゃないかなというふうに思われるような、パンがファミリーマートに売られているんですよね。これねなかなかね大人気シリーズというか定番の一つのようで、結構ねどのファミリーマートに行っても売られているというか札がきちんとある一口もち食感チーズ北海道産ナチュラルチーズ使用149円税込み160円。
値段上がりましたね。一時期はね、100円ちょっと超えるぐらいだったんですけれどもね。ディスってはないんですよ。物価高ですからね。どんどん値上がりっていうことだと思うんですけれども、1、2、3、4、5、6個。本当にね、小さな、ディスってないんですけれどももう6個とも手のひらに乗ってね、ポーンって口の中に放り込んでしまえるような大きさなんですけれども、これがね、美味しいんですよ。私すごく好きでですね、これがね、もしね、差し入れになんてね、持ってきてもらえたらキュンとしちゃうような、本当にね、大好きな食べ物なんですけれども、これをね、最近食べたということが、最近のちょっとした嬉しかったことかなっていうふうに思います。私ね、結構ちょっとしたことで嬉しいなという気持ちを感じることができる、結構そういうの得意なのかなって思うんですけれども、あの、別にリア充っていうわけでは全然ないんですが、やっぱり食べることがすごく好きでですね、あの、こう、自分の好きな食べ物が手に入った時っていうのはやっぱりね、すごく嬉しいなっていう気持ちになります。それまでね、ちょっと嫌なこととかあったり落ち込むこととかもちろんあるんですよ。私もね、あるんですけれども、こう何かね、美味しいものが手に入って、じゃあそれを食べようってなった時のワクワク感とか、ちょっとこう一瞬ふっとね、嫌なことがスッとこう脳みそから飛んでいくような、そういう気持ちを味わえるような気がします。でね、私結構田舎に住んでいますので、こうちょっと都会に出ていくような時に、例えば高速に乗ったりとか、あの高速に乗ったりする時にサービスエリアにファミリーマートがあったりする時なんかは、結構休憩がてらというか、こう自分へのご褒美にみたいな感じで、このファミリーマートの一口のもち食感チーズパンを食べることにしています。食べることにしていますと言いますのも、いつもは買わないんですよね。っていうのは、これ人気商品なのかはわからないんですが、あの値札はあるのに商品がないっていうことが意外と私の場合は多くって、今日は欠品というか品切れなんだみたいな感じで、これね、コミュ障も働きまして、店員さんに、ね、聞けばいいんですよ。あるんですよ、絶対裏にね。あんなの人気シリーズなんだから、絶対ね、あるはずなんですけれども、やっぱりね、店員さんがね、シュークリームだの、おにぎりだの、一生懸命出してるじゃないですか。並べてるじゃないですか。そこをね、すいません、ちょっと一口持ちチーズ欲しいんですけど、なんてね、言ってね、ちょっと邪魔しちゃいけないななんていうふうに思ったりもするんですよね。このね、一口もち食感チーズ、これがね、なかなか出会えないんですよね。皆さんのところはありますか？結構ね、どのファミリーマートさんでも売ってはいるんですよね。値札はあるんですよ。ただね、その品物がこうスカスカというか、ないというか、やっぱり人気なんだな、私が好きなものはみんなも好きなんだなんてね、思ったりもします。ちなみになんですけど、今、あなたとコンビニ、ファミリーマあなたとコンビニなので、コンビニって読まなきゃいけないんですけども、普通に読んだらコンビニですよね。はい。ちょっと意味わかんないこと言っちゃったんですけど、言っちゃったんですけれども、あなたとコンビニ、ファミリーマートの、ホームページを今開いておりまして、そこのパンというセクションを見ておりますので、せっかくですから一緒に見ていこうじゃありませんか。私ね、パンすごく好きなんですよ。話どんどん変わっていくんですけれども、コンビニパンってやっぱり美味しいじゃないですか。いろんなパンが毎月でしょうか、月に2回でしょうか、出ますよね。今週の新商品とかね、書かれていますから、結構週1で出たりもするかもしれないですよね。予告ってまず書いてあります。3つのパンがありますね。塩キャラメルツイストデニッシュ。いやー、美味しそうだな。135円。意外と安いですね。私の住んでいる地域にもきちんと、販売されているようです。ちなみになんですけれども、天狗そば。私の名前なんですけれども、天狗そばは異世界に住んでいるという設定なんですね。異世界で蕎麦屋さんを営んでいるという設定なんですけれども、一応あなたとコンビニファミリーマートさんは異世界にはちょっとないのであのこちらの世界に降りてきた時に利用させてもらっているっていう感じの設定にしておこうかなというふうに思っております。私の字で喋りすぎてね、だんだんキャラクターが薄れていってしまうのではないかとちょっと心配なんですけれども、一応異世界に普段は住んでおりますということです。お、
これは美味しそうですね。これも予告なんですけれども、オリーブオイルのコーン塩パン。なんだかシンプルそうでいいですね。オリーブオイルのパン。オリーブオイルで焼き上げたパンみたいな感じなんでしょうか。見た目はちょっとフォカッチャを彷彿とさせるような正方形の形なんですけれども、これ2つ乗ってるけれども2つ入っているということなんでしょうか。そういうことでしょうか。違いますよね。これ多分1つ入っているんだけどってことなのかな。ただこういうディスプレイにしてるっていうことなのかな。149円、税込み160円ですから、あ、私の好きなもちっとチーズパンと同じ値段ですね。あ、これを試そうか、それとももちっとチーズパンを買おうか。私、あんまりお金がないので、ここでね、経済的な問題をね、ちょっと吐き出してしまうのも申し訳ないんですけれども、あんまりね、最近コンビニ高いじゃないですか。いろんなものをね、ホイホイとね、カゴに入れてしまえるようなね、着やすい感じでもなくなってきましたので、おそらくオリーブオイルのコーン塩パンを試すんであれば、じゃあチーズパン、もちっとチーズとどっちにしようかみたいな感じでちょっと悩むかもしれないんですよね。あ、もう一つの予告はですね、バナナマフィンだそうです。中にミルクホイップが入ってるそうです。バナナマフィンなんてなかなかおしゃれじゃないですか。これね、156円、税込みで168円ということなんですけども、これね、考えようによっては安いですよ。激安ですよ。だって、見た目もですね、形もですね、ほんとスターバックスに売ってるんじゃないかなって思うような、カフェに売ってるんじゃないかなって思うような感じですよ、見た目的には。それで156円、例えば皆さんカフェに入って156円でバナナマフィンが売ってたら安いなって思いますよね。ただカフェっていうのはね、座ってくつろぐための料金っていうのもありますから、もちろんそれが込みでのマフィンだったら例えば300円とか350円とかそういうお値段だとは思うんですけれども、やっぱりバナナマフィン一つって考えた時に156円、コンビニだとまあまあの値段だなって思うんだけど、いやこれがカフェだったらもっと高いだろうなって思うと、じゃあ買っちゃおうかななんていうふうに思いますよね。私いつもそういう考え方で買っちゃったりするんですよね。よくないよくない。他にもね、いろいろな美味しそうなものがあります。ウインナーデニッシュ。こういうの好きですね。濃い宇治抹茶メロンパン。メロンパンの中にクリームが入ってるっていう、もう鬼のようなカロリーを誇る食べ物がね、コンビニにはいっぱいあると思うんですけれども、これをね、平気な顔して高校生の時にはね、2個ぐらい食べて、全然体型も変わらなかったですね。不思議ですね。高校生っていうのは一体カロリーはどこへ。もう不思議な話でございます。なんだか似たようなものが出てきました。私の大好きなもちっとチーズパンとね、すごく似た形のもので、全部自信作、チーズスイーツだらけ対象のプチスイートチーズ6個入りっていうものがありました。なんか形がすごく似てますね。味も似てるのかな。これもチーズ味みたいですね。なんだかこう見てみるとキリがないですね。コンビニのパンってこんなにいっぱいあるんだ。なんか全てのパンがおそらくね、並べられているわけではなくて、店長さんの裁量でといいますか、これが売れるんじゃないかみたいなので狙ってこう並べてるっていうのとか、あと売れ筋もね、おそらく地域によって違うと思いますので、それぞれ選ばれて並べられているというところだと思います。これの全てが並んでいるわけではないんですよね。ドカッとタコスチーズパン。美味しそうじゃないですか。135円。安い。税込み145円ということで、これ結構この見た目のボリューム感だったら135円はお得ですよ。タコスチーズということなので、きっとお肉、トマト、チーズみたいなそういう感じなんでしょうか。タコスっていうことはちょっと辛いのかなとかね、思ったりして、いやなかなか美味しそうだな。そして私の大好きな一口もち食感チーズもありましたよ。なかなかね、ボリューム感がないんですよね、残念ながらね。でも美味しいので、これは本当に買ってしまいます。こうね、バスの中とかね、電車の中とか、ちょっとこう一口パクッと食べたい時なんかも、本当にね、重宝するというか、軽く手を汚さずに食べることができるという点でね、すごくいいなっていうふうに思います。
スパイシーカレートースト。いや、本当にいろいろありますね。これ見ていたら本当に放送がこれきりなくなってきて、1時間半とかになっちゃうので、あ、なんかすごい美味しそうなのいっぱい出てきちゃった。どうしよう。これ一回これだけの回を作った方が良さそうです。だってもう45分も喋ってるもんね。こっからね、パンをすべて紹介していくとなったら、今から1時間くらいは必要になってきますので、それはそれで楽しいでしょうが、今回の放送はこれくらいにしておきましょう。今回ですね、コンビニのパンをちょっと見ていたら夢中になってしまったということで、今度ですね、コンビニパンだけの、あの、放送回を作ってみようかななんていうふうに思います。いろんなね、コンビニのパンをちょっと見比べてみたりだとか、自分の中で見た目ですよ。実際は食べてないけど、見た目ランキングなんかね、作ってみて、実際に買ってきて試食会みたいなのをしても面白いかもしれません。なんだかアイデアがどんどん湧いてくるな。皆さんもですね、天狗そばにこんなことしてほしいなっていうのがありましたら、コメント欄に書いていただけますととっても嬉しいです。私もですね、楽しんで皆さんの期待に応えていけたらいいなというふうに思いますので、ぜひぜひご協力をよろしくお願いいたします。それではですね、46分9秒というなかなか長い放送になってしまいましたが、皆様最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。